謝です。早速ですが今回の企画を発表しちゃいます。ゲーム最新作デジモンストーリータイムストレンジャープレイヤー座談会。すごい拍手が多いぞ。満を持して10月2日に発売されたデジモンストーリータイムストレンジャー、テリスナーのみんなはもちろんもう遊んでくださってると思います。クリアした人もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。もう僕は連日仕事をしているか寝ているか食べているかタイストかみたいな生活をしております。アンバサダーっていいよね。今回はデジモンストーリータイムストレンジャープレイヤー座談会ということで、早く友達と語りたいだけどまだ未プレイ未クリアの人たちもいるかもしれないということで、今回はメインミッションの世界樹の声までを中心に好きなシーンやプレイスタイルなどを話していきたいと思います。ここまで進めていないって人にとってはネタバレになるかもしれませんから、まだこの世界樹の声をクリアしてないよっていう人は注意して聞いてくださいということで、じゃあ段階だからね、僕一人でやったってしょうがないのでテリスナーおなじみあの方々と座談会していこうと思います。どうぞよろしくお願いします。3落ちスタッフです。こんばちぐこんばちぐ。そしてデジカもいるよ。デジカもいるよ。デジカもいるよ。今日デジカスタッフもいますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして心強い方々にも来ていただいたプロデューサーの原さんとディレクターの友野さんにも隣にいていただき補足があればお願いします。じゃあ原さんからご挨拶を。デジモンストーリータイムストレンジャーのプロデュースを担当しておりますバンダイナムコエンターテインメントの原と申します。本日はよろしくお願いします。よ原クリボン。そしてはい、デジモンストーリータイムストレンジャーディレクターを務めております24フレームの友野です。よろしくお願いします。お願いします友野さん。また来ていただいたみんなのスタッフの愛の VTR とか見ていただいて、テリスナーのみんなにもすごい熱い声を聞いていたりしたんですけども、ちなみに発売されたお二人の感想なども聞きたいなと僕は思うんですけども、はい、どうですか。本当に多くの方に遊んでいただけてて想像以上の反響といいますか、はい、大変ありがたいお話だったので、もう本当にこのタイトルをきっかけに、デジモンを初めて、触れたよ、デジモンゲーム初めて遊んだよみたいな方が結構思った以上にいらっしゃったので、本当にありがたい、お話だなというふうに思っております。ありがとうございます。友野さんはどうですか。本当に温かく受け入れていただけてるなっていうところと、本当にそのファンの方にも温かく迎えていただき、新規の方にも温かく迎えていただいてて、なんか本当に開発者冥利につきますというか、こんな温かくリリースを迎えられることってそんなにないんじゃないかなって思うぐらいすごくなんか満たされた気持ちでリリースをお迎えさせていただきました。超豪華なお二人の前でこれ言うのもあれなんですけど、テリアモン女子研究室を見て買いましたというコメントがいくつか。見ました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 。あれはちっちゃくこうグッてなるものがあって、いや本当にそうですね。もうテリス家の力を実感しました。でもそうですね、温かく迎えていただけるのはこの間のテリス家とのやり取りはめちゃくちゃ大きな意味があったんじゃないかな。本当に開発スタッフの声をああやって届けれたのってすごく大きな風になったんじゃないかなって感じてます。嬉しそう。嬉しい。頑張ってきてよかった。ぜひ皆さんにまだプレイしてない人にも、そして今プレイして話したいという人たちとも一緒に話せるような今回の企画にしていきたいと思うんですけれども、デジモンストーリータイムストレンジャーのたびにこのあらすじを紹介してますので、今回も何でも紹介していきたいと思います。もう紹介しないと企画に入れない体になってしまった物語の舞台は日本東京、超常現象の調査解決を専門とした秘密結社アダマス。こちら本当にね、あれじゃなかった、スペース警察ではなかったんですけど、秘密組織アダマスのエージェントである僕、主人公僕って言ってた僕、テリアモン女子じゃない主人公は政府によって封鎖された新宿で未知の生物デジモンと出会い、調査を進める中で謎の爆発に巻き込まれてしまう。気がつくと世界は8年前に戻っていたっていうあらすじなんですけども、これ本当にあらの筋だったそうなんですよ。なんかね、やっていくと、もしかしてここでエンディングなのではっていうところをこう肩透かしっていうシーンあったりして、ボリュームもすごかったですよ。みんなで行うプレイヤー座談会は3
最初からこのメインストーリー世界中の声までとなっております。ということはギアフォレストエリアまでそういうことになりますね。になりますね、はい、僕もともと迷子耐性がついてるんですよ、迷子属性なんですけど、あのエリアは困りました。どこで迷いましたか？全部迷うとこないみたいな。迷うとこなんかないみたいな言い方だったよね、全部全然真っ向反対の意見がぶつかってる僕個人的な意見なんだけど、やっぱ宝箱とかさ分かりにくくしてるでしょ。あまあまあままあどこから出たかですあ、まあ、ゲームの森はもう迷うものなんですよ。あのマップ階層も分かれてますもんね。こうなんか階層というか、そうそうなんだよね。あのさ目的地ここだよっていうマーク行くけどさ、ぐるぐるしても全然たどり着かないで、そう下でした上でしたみたいな言われて、それは非常に遺憾である。大変失礼いたしました。じゃあまあでも森なかったな。森ですので。森は迷いますし、はい迷う場所です森ですのでミニマップは上下に弱いっていうのはもうなんかゲームのねちょっと宿命的なところがあるんでじゃあもうあれは宿命中のだ。話しちゃってるじゃないですか。マップは上下に弱い。議題が一つあると全部話したくなっちゃうから、じゃあ何回始める前に始まっちゃったみたいな感じで、じゃあ何回始めていきたいと思います。どん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 。テリアモン助手研究室。まず一つ目のテーマ、楽しかったシーンです。全部ありがとうございます。全部楽しい。ストーリーを進めるのが楽しすぎて、サイドミッションもやらなきゃいけないんだけども、サイドミッションをやりながらあのストーリーはどうだったんだろうって考えながら、でもサイドミッションもやっぱり楽しくて、でやっててよかった、ちゃんと見といてよかったっていうのがそのうちご褒美でやってくるから、飛ばさないでちゃんとみんなやるべきだよ。あれですよ、サイドミッションがこうアイテムもらうためだけって言ったらあれなんですけど、じゃなくてちゃんとそこで出会う人、デジモンにもストーリーがあって、そうまたその時間を空けて同じ人からミッションが来るみたいなのもあったりするので、やっぱ全部これやらなきゃ、でもメインミッションもやらなきゃみたいなのはすごいその気持ちめちゃくちゃわかります。デジモン実装体数450体以上ですので、その中でやっぱメインシナリオで、出せるデジモンってどうしても限りがある、そうですよね。その中でも、はい、サブミッションを通して少しでもその魅力っていうのを届けられたっていうのは、はい良かったことではないかっていうのと、実際サブミッションほとんど友野さんが最初叩き作ってますよね、確かに。そうですね。そんな話、部分によってはそういうところ他にもいっぱいあるんですけど、はい、そうですね。はい、まあでもお話の隙間でやるものだから、なんか変更かかると、ここでこのサイドミッションやれると思ってたけど、そんなんもうそのスペースなくなりましたよみたいなことが結構起こって、なんかもうサイドミッションどこ行ったんやろ、もうないわみたいなことやったりとか、なんやろこのミッション、最近作ったやつかみたいなこともあったりとか何やろこのミッション。ある程度その全体目端が効いてないと、ちょっとどこに何突っ込んだらええんか分かりませんみたいなことにもなりがちですし、僕は僕でスタッフからここに隙間あるみたいな感じで言ってましたけど、ないですよ友野さんみたいなことも言われたりするみたいな。友野さんでさえ迷子になってるじゃないですか。そうですね。だからもうそれも含めて森は迷子になる。開発は森だったデジ化がすごい勢いで手を挙げてる。はい。印象的なサイドミッションで、めっちゃでっかいトイアグモンが新宿に出てきて、でっかいトイアグモンってこんなドキドキするんだっていう印象が、3D のゲームってでかいものっていいよねっていうのがあるんですよね。グレイモンとかもそうなんですけど、で、このゲーム結構長い期間作ってましたから、かなりいろんな工夫をしたり実験をしたりするフェーズもありまして、トイアグモンって最初なんて言うんでしょう、サブクエ用のものではなかったんですけど、でなんならちょっともういろんな経緯あってボツになるかなみたいな瞬間もあったんですけど、散らかったから片付けろよって言われて、現場っていうかゲームの中をうろうろする中でめっちゃすごいの作ってやるやんみたいなことになって、そういえばこんなんあったな、これサイドミッションで使わへんってどうかしてるでって思って、慌てて組み直すみたいなこととかもありましたね。そういうの結構ありました。シーンは本当テリスケ言った通り全部なんですけど、デジライド、やっぱりこれまで映像で見てきて、体験版で乗れた範囲というか、そのクリア後に乗れた範囲みたいなところから改めて見てみると、
もう感動がすごくて、で速度が違うというかその歩くスピードが違うみたいなところも、番長レオモンがめちゃくちゃゆっくり歩くとか、インフェルモンが印象通りめちゃくちゃ速いとか、あと個人的に一番感動したのがバードラモン、足に捕まって、アニメデジモンアドベンチャーのオープニングのこれ空じゃんってなったりとか、エアロブイドラモン背中に乗ってたりとか、なんかきっとこれはあれのみたいなのがすごいあったので、エクスティラノモンとかも中入ったりとか、なんかすごい細かいところまでいってるなって思ったので、改めてデジライド最高だなっていうのはずっと思ってます。番長は本当スタッフがあえて遅くしてて、なんでこれ遅くしたんって聞いたら、いや男は急がないんですよみたいな、男って漢字の漢って書いてあるんですけど、漢字の漢ですね。いやお前が一番男だよねみたいな気持ちになって、こいつかっこいいってなりました。なんかこうロジックで語らない。そういやそう番長レオモンはライドしてない時はめっちゃ走って追ってきてくれるのに、乗った瞬間めっちゃかっこいいなって思って、いやそうなんです、その感謝だけ伝えたかったです。いやもう男の中の男が作ってましたよあれはこれ見て喜んでくれるといいな、このいやかっこいいんですよ。続いて2つ目のテーマです。苦戦したシーンいっぱいあったんじゃないでしょうか。どうですか。バトルとかだと思うんですけど、私今のところ幸いそのやられたところはないんですけど、一番こうギリギリだったのは、ウルカヌスモン戦。ウルカヌスモン強かったね。そうなんですよ。なんか全体攻撃からの単体はバンって強いみたいなところだったりとか、なんかそもそもターゲットというかその、敵の対象がいっぱいいるみたいなところがめちゃくちゃ上がったんですけど、やばいこれ本当に負けちゃうかもっていうのは、ギリギリウルカヌスモン戦で、ただその時にクロスアーツを打ってギリギリ勝てたんですよ。だからもうクロスアーツはもうかっこいいとか、そもそもシステムとしてすげえみたいなのもありつつ、救われてるのですごいシステムだなっていうのを改めて、クロスアーツなかったら私それウルカヌスモン戦で負けてたなみたいな、その感謝も今日伝えたいっていうところでいっぱい伝えたい感謝があるんで、ウルカヌスモンにねおすすめなのはね、殻付きヌメモンの熟成うんちです知ってますか。超強いんですよ。15% でしたっけダメージ。あれ僕殻付きの面も入れてなかったら多分負けてた。重い方が火力が出なくて、仲間たちの困ったなってなった時に、ちょっとうんち投げてみっかって投げてみたら超強ってなってドゥーンって減るん HP。 確かになんかちょっと使い方によってはすごいことになる技やったような気します、そうなんです。ここが一番多分ね、殻付きのメモで光りどころだから、絶対バントできる人みたいな感じで絶対バントできる人クロスアーツも友野さんがなんか管理されてた。そうですね、クロスアーツさっきちょっとお話出たので、でちょっと小ネタ的な話じゃないですけれども、だいぶそうですね、友野さんかなり昔からクロスアーツ何度もこう作り直したりこの歴史はまあ多分なかなかクロスアーティストかもしれないです。本当、結構このコンテの日付を見て、なんかこのもう長い開発期間のこんな後半に出来上がったのって結構びっくりしました。すごい。本当に何パターンもこう作った中でも、そうか。ちょっと面白いというかこんなのあったんだみたいなのがすごい。そうですね。だからこの勢いでコンテ書いていただいて全没とか普通にあるっていう。うわーすごい。もったいない。多分今1ミリもこれ残ってないバージョンだと思うんですけどまあ確かにそうだ。あ、なんかテリアモンがやめてこれこれテリアモンですよ。これの1本。これはでも補助技でバフだ。 SD カードを飛ばして味方でそうですね、バフかけるみたいな。それもあったら楽しかった。いや、そう全部良さそうに見えるんですけど、結構その長い中でやっぱ削ぎ落としていくっていう話が結構最終的にはメインになったかなと思っていますね。だから要素が結構多いもので課題が多くて、だからそれをこうやって形にしていくことで僕らも気づける部分があるから、すいませんもう一回お願いしますみたいなことになって何回目ですかみたいな、もう全然やっていただけるんですけど、本当に
そこに助けられてなんとか形になった。今こんだけ説明できるようになったのも完成したから言いますけど、その当時はどういうことやろうねみたいなするまでいつまでかかるんだみたいな気持ちにもなる。いやもうなんかこれ薄々気づいてたんですけど、今日お二人来ていただけるということで、これ多分無限にいけますよね。無限にいける。ますよね。そう僕今でもそう質問もうちょっとしたいんですけど、今グッてこらえたのですごい。じゃあ続いて3つ目のテーマ、パーティーメンバーです。いやーこれもね、自慢のパーティーメンバーご紹介。最初はやっぱアグモンさんが強くなかったですか？最初はそうですね、ワクチンの炎みたいな。アグモンさんに頼りっきりでめちゃくちゃダメージ出してくれるし、レジストしてくれるし、大変優秀なデジモンだった。完全に最初はアグモンゲーになってました。やはりはい、開発なん的にならもう敵もウイルス種が多かったので、自然とアグモンが活躍するっていう気が多かったかもしれないですね。確かに。ちなみに最初のデジモンはみんな誰に結果したんですか？ゴマモンでした。ゴマちゃん、パターン僕もパタモンでちゅ。そこはピコデミオンは誰もいなかった。これは披露したので、そうですね。ゴマちゃんが迷って、パタモンや。全体攻撃できるのはいいですけどね。そうですね。全体なんで。ちなみに最初の3匹のデジモン、3体のデジモン、なんで3体にしたんですか？いろいろあるんですけれども、単純な知名度とか、こうパッケージした際の愛嬌だとか、あとは何でしょうね、過去のデジモンゲームであまり主人公格としてフィーチャーされてなかったとか、最終的にはオリンポス12神系統に進化する可能性を秘めてっていうところからこの3体は最終的には残ったみたいなところがありますね。やっぱテリアムはダメだね。でもちょっともうさすがに主役級取っちゃった直近すぎたので、そこそうだよねはちょっとなかったですね。そうか。どうですか、おすすめのパーティーデジモン？ディアボロモン、ディアボロモン、ディアボロモン、すごいウォーグレーモン、メガログラウモン、アーグニモン。主役級と主役ボス級。なんでディアボロモン3体？大体主張激しいですね。劇場版では複数。そうなんですね。ディアボロモン6体でもいいんですけど、ちょっとさすがに。アグにはやっぱそのモードチェンジ。そうですね。そこが見たくて、あとちょっとまだ見れてはいないですけど、なんかジョグレスも見たいなっていうところはあるので、今回でもそここだわられてる。いやそうですね。戦闘中にジョグレスするべきだっていうのがあって、それを実現してくれたんですけど、それもすごいやっぱり熱いし、あと戦力的にもなんかすごく有利な気がするというか、有利になれる部分があるし、ジョグレスで2体がその合体って言っていいのかな、しながら技を繰り出すんですけど、こいつとこいつがこうなってこうやからこう違ったみたいな、なんか覚えきれないっていう問題をちょっとなんか抱えてますね。結構いっぱいいるので。それで言うと僕もうパーティーに入れるデジモン6体に全部ニックネームつけて、この6体で冒険するんだを決めたんだ。そのスタイルですね。どういう名前つけてるんですか？なんかテーマ持ってつけてるんですか？右大臣左大臣ってつけてる。いや使いたいなここ。右大臣左大臣言いよどんだ意味が全然わからないです。ずっと言えますよ。ネクストオーダーの時に2体デジモン名前つけられる。つけられた。でそれをそのまま持ってきて、これは右大臣と左大臣にしとこうって言って、特典のアグモンクロとガブモンクロをそれつけて、そのままブラックオーグレーモンとかにできたらいいなと思ったら、ステータスが足りなくてグレーモン黒青にできないってなって、別のデジモンに進化させて結果右大臣左大臣のバランスが崩れる。なるほど。めちゃくちゃ面白いじゃないですか。今日一面白い話ですよね。右大臣左大臣いいな。めっちゃ面白い。続いて4つ目のテーマです。好きなマップ。僕はユノモンさんのマップじゃないんだけど、ア
歩いていくときに手前ですうわ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 って道ができるの、あれ面白くて3周ぐらいした。細かく行ったり来たりしてドゥ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 ってやる最初気づかなくてあれって思って、あそこのなんかこうできた経緯みたいなのがあるんですかね。あれはもう湯の神殿もやっぱり、まあ、全部そうなんですけど結構長いこと調整繰り返していて、でその中で周りはだいぶ厳かにできてきたんだけれども足元が普通だとちょっとつまんないよねみたいな、ある時一人のアーティストが急にやりだしたっていう、そういう個人技に近いものですね。個人技であれができちゃった。何考えてたらこれ思いつくみたいな感じでしたけど、やっぱそれぐらいやっぱりなんか試行錯誤を徹底した果てにあれがあったんだなってすごい思います。すごいな。お気に入りのマップ、私新宿、やっぱり新宿が新宿より新宿してて超新宿なんですよ。でどういう結構甲州街道沿いの2階のカフェに入れるところとか、なんか実際ああいう場所が、ねあったりなかったりするんですけど、なんかすごい改めて作り込まれてるなっていうのは、あそこで僕多分 2,3 時間溶かしてるなるほど。これ隅々まで新宿でそうなんいですよ。やもう超プロトタイプの時は、喫茶店がオープニングシーンでしたからね。原さんが面白い笑い方をしてた。これ多分逆に言うと僕も知らないですね。まあでも本当これははい友野さんまでのお話なのかもしれない。もうそれぐらい過去っていうことだと思うんですけども、本当あそこで謎の老人から話を聞いている主人公を立ち上がって外に行く、すると不思議なことが起こるのであったみたいなバージョンのシナリオがあって、だからあんなカフェ作り込まれてるんです。そうですかなり初期のもうマップですよ。でもサイドミッションかなんかで3回ぐらい行きます行きます行きます。ですね。だから絶対見せたいんだなとは思った。最初何にも使ってなくて仕切り直しで、いやもうこんないいマップ使わないわけにいかないみたいな感じで使ってちょっとこれはあんま良くないかもしれないですけど、いやでもよかった。あれみたいなところに行けるかどうかっていうのは一つなんかボーダーあったなって思います。現場の中につきません。つきませんね。じゃあ最後のテーマに行っちまうけどいいかな。好きなエピソード。これはエピソードって言われると数珠つなぎだからこれっていうのが難しいけど、じゃあ一番しょっぱいところからいくんですけど、しょっぱいところはないですよ。みんなのひろこの扱い好きで序盤の最初ひろこと地下道で会った時もその後倒れたまんまで分かれて行動して、ひろこ置いてっちゃったけどどうしよう、あいつはあのままでも大丈夫だって考えた時が幽霊撮影しようって言って、撮ったら映っちゃってわーってびっくりしてそのまま気絶しちゃって、ひろこはこのまま置いてった方がいいわって言って置いてかれて、ひろこってそういう役回りなんだなっていうとちょっとかわいそうだけどそこが愛おしいみたいな感じになって、どの世界でも新宿に女子高生置いていくことないでしょって思いながらやってました。危ない。当初の予定より跳ねたところがあって、ひろこは何が起こったっていうとひろこのテンションにぴったりの曲がないっていうことシリアスな曲が多くて、そうですなんかコメディ用の曲っていうのもあるにはあったんですけど、ちょっとこのひろこと違うな、ちょっとひろこが想定外の動きやからって言って相談したらすぐ曲作ってくれました。作曲さんがすごい。ここ愛行門はデジタルワールドの方のお家に来た時に僕の部屋で使ってるハンモックと一緒だって言って僕はここで寝るって言った時にちょっと笑いました。どういう感じ？大丈夫かと思って少年ですので少年愛情はちょっとバカだなっていうところが愛おしいなって。ちょっと生まれたてでね、まだちょっと世の中の断りがあまり分かって同じだって言って、無邪気なんです。そりゃね無邪気だね。可愛かったなあれ。という感じでじゃあ段階楽しくしてまいりましたけれども、たくさんの新しい情報とかも聞き出せて本当に楽しかったですし、開発者さんは僕たちが思う以上にいろいろ試行錯誤してくださったことが改めて分かったので、本当に皆
さんぜひプレイしてない方はご購入いただいて、プレイしてる方はもっともっと奥深く遊んでいただけたらいいなと思います。ということで原さん、友野さん、シャンチさん、デジカさん、ここでお別れです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。テリアモン助手研究室。改めてデジモンストーリータイムストレンジャーはプレイステーション5、Xbox シリーズ X、シリーズ S、Steam にて好評発売中です。そして先日シーズンパス DLC 第1弾追加デジモン&エピソードパック1オルタネイトディメンションが発表されました。それでは PV ご覧ください。俺たちも応える。すごい、情報量もすごいです。5体の究極体デジモンの進化が新たに解放され、本編では語られることのなかった特別なエピソードも体験することができるということで、久留美光大隊長がちょっとかっこいい感じで出てきてましたね。何かキーとなるのかどうなのかということで、こちらの追加デジモン&エピソードパック1オルタネイトディメンションは今冬配信予定です。続報にご期待ください。はい、ということでいっぱい喋った今回ここでお別れです。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメント欄でもぜひみんなの印象に残っているシーンとか好きなシーンとか、ここのこだわりはどういうことなんですか原さん、ここを教えてください友野さんみたいな話を書いていただけると一生懸命読んでもう一回呼ぶからぜひ教えてください。そして X 過去旧 Twitter でもハッシュタグハローテリラボをつけて感想やツッコミなどなど何でもポストしてみてね。必ず確認いたします。今日はこの言葉でお別れです。アポロプリエイトワークス。これはムルカナスモンの必殺技。ゲームをやると必殺技も覚える。バイバイ。